FM シアター。また波の音が聞こえる。私を眠らせてくれない音。私が聞かなかった波の音。私が体験しなかった悲しみがこうして押し寄せてくる。ごめんなさい。私は何も知らない。作藤井香織、悲しいくらいの幸運を。出演朝倉亜希、押成修吾、他の皆さん。早峰ちゃん、金曜残業代わってくれてありがとう。ああ、飯島さん。頼んでた書類も完璧。ほんと助かった。いいんですよ。別に予定もありませんでしたから。本当ありがとね。これお土産。あれ、トウキビチョコレート。旅行ですか？都内でチャリティーバザーがあってね、お手伝いしてたの。この前のレモンケーキも美味しかったよね。ああ、広島の。そう、豪雨被害に遭った場所だいぶ綺麗になってた。あと私のお気に入りは熊本の馬肉ジャーキー。来週また買ってくるね。毎週大変ですね。早峰ちゃん、私さ、東日本大震災の時、会社から家まで歩いて帰ったのね。帰宅難民で。寒かったし、携帯もつながらないし、コンビニも打ち壊しにあったんじゃないかってくらい物がなくなってた。もうお腹ペコペコで。その時ね、隣を歩いてた人がチョコレートをくれたの。一粒。本当に美味しかった。あの感激を忘れられなくて、私も何かしようって。へえ、目覚めちゃったんですね。そうなの。人の役に立つって本当に嬉しいことなのよ。飯島さんは旅行気分でボランティアをする。聞きがじった被害を我がことのように語るすごい共感力の持ち主。でも私にはすごい違和感。ねえ早峰ちゃん、震災当時ってまだ高校生？大学生でした。ご実家宮城でしょ？大変だったよね。私ね、震災後の連休に避難所を訪ねたの。海側は本当に悲惨だった。あれ以来行ってなくてね。テレビで見ると綺麗にはなってるけど、どうなのかなって。そうですね。今は普通です。あ、ごめんね。思い出させちゃって。いえ、でも本当に悲惨でした。おばあちゃんを背負って高台まで逃げたけど、他の家族はみんな波に飲まれてしまって。え、そうだったの？知らなかった。早峰ちゃん何にも言わないから。いえ。いいのよ。わかるわ。私ね、被災地でそういう方にたくさんお会いしたの。夜になると避難所の体育館にすすり泣きが聞こえて、本当に辛かったわね。ええ。どれもこれも全部人の話。私はほとんど被害がなかった。
家も家族もみんな無事。何でも話して。私、聞くのは得意な方だから。ね。私じゃなくて、幼馴染が。え？おばあちゃん背負って逃げたって。あら、やだ、勘違い。すみません。でもよかった。早峰ちゃんじゃなくて。ごめんなさい。ごめんなさい。私は何もなくしていない。被災地は大変だったよね。これまでよく頑張ったわね。ごめんなさい。もしもし。アスカ？はい。舞だよ。舞。菅原舞。え？私の声忘れちゃったの？高校の頃は毎日長電話してたのに。舞、突然だったからごめん。番号変わってなくてよかった。すごい久しぶりだよね。5年 ?6 年もっとかな。今日はどうしたの？実は今東京に来てるんだ。めったに来ることないからアスカに会えたらなと思って。え？どこでもいい。近くまで行くから少しだけでいいの。時間ちょうだい。アスカ、大人っぽくなったね。舞は変わらないね。成長がないって感じ？いや、そういう意味じゃ。で、どうしたの？急に。実は私この度結婚することになりました。そうなの？つきましては仙台で式を挙げるんだけど、アスカに出席してほしいなと思って。再来週の日曜日なんだけど。それ急に決まったの？ごめん、決まったのは半年前なんだ。今時 SNS やってないのってアスカくらいだから、連絡していいかわからなくって。ごめん。いきなり実家に招待状送りつけるのもあれじゃない？でも諦められなくて。あれっきりだったしね。そうだね。場所は仙台市内の式場。こじんまりでもいいからばあちゃんが披露宴までやれって。へえ。おばあちゃん喜んでるでしょ。うん、彼のこと気に入ってるから。相手はね、2校上で今は学校の先生やってんの。出会いは災害公営住宅のご近所さん。災害公営住宅。私4年前にようやく仮設を出て、今ばあちゃんとそこにいるの。うちの団地って親交を深めるバーベキューとかやってるんだけど、そこで彼とはなんとなく気が合っちゃってへえ。あの時ばあちゃんを背負って逃げたって話したら、ずるいって泣かれちゃったの。彼は家族を亡くして一人だけ残っちゃったから。でもそれからお互いいろいろ本音とか思うことをさらけ出して話せるようになってさ。そう。でさ、アスカ来てくれるかな？うん。よかった。それでね、アスカにぜひ友人代表でスピーチしてほしいなと思ってて。私が？私のこと語れるのはアスカしかいないんだよ。両親や弟のことを話してほしい。もう写真もほとんどないからさ。
うちでお泊まり会したり、釣りに行ったりした話とか。無理だよ。お願い、アスカ。私じゃない方がいいと思う。アスカ。別の人の方がきっと。ごめん。え？なし崩しにしちゃ、ダメだよね。ちゃんと謝る。ごめんね、アスカ。舞。あの頃は、アスカが羨ましくて、避難所はしんどいだろうからって、家に呼んでくれたのに、ひどい八つ当たりだよね。なんであんたは被災してないのって。それは。避難所にいた時、夜になると、あちこちで誰かが泣いてたんだ。ばあちゃんも、毎日、自分が代わりに死ねばよかったのに、って。アスカンチは、震災なんかなかったみたいに綺麗で、なんでもあって、みんな元気で。あたしすぐに避難所に戻りたくなった。うん。かっこ悪いよね。人の幸運を妬むなんてさ。あの時の私をひっぱたいてやりたい。ほんと、ごめん。そんな、舞が悪いんじゃない。ありがとう。アスカ昔っから優しいから。ただ無神経だっただけだよ。そうやって、人のせいにしない。いいところだよ、アスカの。舞。ずうずうしいお願いだってわかってるけど、やっぱり来てほしいんだ、アスカに。友人代表ってのも、アスカしか考えられなくて。わかった。ありがとう。嬉しい。諦めないでよかった。アスカ、本当にありがとう。舞は、昔から元気で明るい。辛い時は素直に泣いて、正直に怒り、そしてまた前を向く。ほがらかに育まれた屈託のない性格。それが私には眩しくて、目がくらみそうになる。葛西ジャンクションで6キロの渋滞。千葉の京葉とりあえず健康を。私と舞さんは幼なじみで、舞さんはとても明るく、ダメだ。何にも浮かばない。何話せばいいんだろう。お祝いも、はしゃぐようなエピソードも、懐かしい思い出も、私はどんな目線で話せばいいのかわからない。ごめんなさい。私は何も知らない。Kanashi Gurai no Kou no Lamentable Good Fortune is the radio audio drama by Kaoru Fuji, released on NHK, the Japanese broadcasting company, in 2019. The drama is evidently a means of dealing with the trauma that the 2011 earthquake and tsunami in Japan brought about. One of the key themes is guilt, which Asuka makes evident through her repeated soliloquized apologies. And where so many people have suffered, she feels out of place for having been protected from the violence of the natural disaster. And this raises the paradoxical nature of being grateful. One can only be grateful of something because somebody else does not have it. For instance,
one can only appreciate being alive because other people die. One is grateful for sight because blindness exists, and so on. So when everyone around Asuka is pulled down by grief, she hardly feels like she's been lifted up to happiness, or that life is any better for her. Ijima represents the conventional and ideal reaction towards calamity. It has become almost a cliche to help others or to invest in strangers or loved ones in order to bring meaning to life. Asuka cannot force herself to put on a false positive face, even though she ostensibly has the most reason to be happy. Apart from Asuka's guilty conscience, she also lacks perception on the characters of others. She notes that Mai has worked to create a life free from worries, when Mai clearly did and does experience many. Mai can then be identified as a strong character. She sees and experiences the bad of life, having only her memory to see the faces of her family. But she also helps herself to the good of life, symbolized by her upcoming marriage. Unfortunately, and therefore perhaps far more realistically and relatably, Asuka's vision of the good is blotted out by the bad. The bad acts as dye in the water of the good. One bit of bad smothers the good, while much positivity cannot dispel the negativity. She therefore becomes stagnant in her life, not receiving closure to why she and not her friends' families were kept safe. Kaoru Fuji's play is applicable outside of Japan. Analogies can be drawn to poor people who were struck by the tsunami and rich people who were unscathed. Being born into a certain class is entirely arbitrary. One might well wonder why one was born into a rich or poor household. One can then act like Ijima, artificially relating with others and devoting one's life to altruism, or one can get stuck, like Asuka, with the injustice of the system and carry a guilt about. Finally, one can weigh both sides of the scale, like Mai, who allows her emotions to flow freely, with a few apologies afterwards, however. A final note is that I have no claim to the work made by Fuji, nor the production made by the NHK team. I've simply transcribed the Japanese audio to text as best as I could, with some words that I could not grasp being in brackets. After that, I translated it into English, refraining from grammatical congruence with Japanese, but attempting rather to carry across both the poetry and the plainness of the Japanese language into the English tongue. For instance, the title, literally translated, is The Level of Good Luck That Is Heart-Wrenching, which naturally is too long and not as catchy, or so I hope, as Lamentable Good Fortune.